皆さん、ごきげんようです。お魚です。本日は韓国旅行の準備、パッキング動画をお送りいたします。韓国旅行から帰ってきてしばらく経つ今、あれはやっぱり役に立ったなーとか、これはやっぱりいらなかったなーとか、いろんな思いがありますので、旅行前に撮ったパッキング動画を皆さんと一緒に見ながらコメントしていきたいと思います。まずこちら、いつもの圧縮パックでございます。もう半分には着替えは入れております。着替えは基本的に肌着とか靴下とか、そういう毎日買えるものだけ入れました。基本的にね、スカートとか上着とかは同じものを着続けようと思っております。で、こっち側半分にですね、まずは、お風呂とかハンカチ代わりに使う、手ぬぐいさんたち 1,2,3,4,5,6,7,8 枚入れていきます。はい、これいらなかった。意外とね、お部屋にタオルもバスタオルもあったんですよ。だからね、ハンカチ代わりにする分だけで十分でした。とはいえ、結構韓国ホテルによってはタオルがないっていうのは本当のことみたいなので、あるかないかを事前に確認するのが大事だなって思いました。それから、こちらマスクが予備も含めて3枚。滑る、すでに滑る。下に入れよう。そして、こちら小魚さんからいただきました足すっきりシート休息時間も持っていきます。この休息時間はむっちゃくちゃ助かりました。もう本当にね、やっぱり旅行の時ってはしゃいじゃうせいもあってものすごくたくさん移動するので足も疲れるんですよね。で、また韓国のホテルってあんまりバスタブがなくって、私が泊まったお部屋もバスタブがなかったので、お風呂に浸かってマッサージっていうわけにもいかなくて、もうこういうアイテムが一つあるとすっごく助かります。これは大正解です。それから、お化粧したりするときに使う、ヘアバンド。そして、夜寝るときに使う喉ヌール濡れマスク。これはね、旅行のときは必須の品でございます。それから、ウェットティッシュの予備と何かあったとき用のビニール袋。と、こちらはつけ爪ですね。ネイルチップも持っていきます。毎日変えたいのでね。で、これらをですね、はい、ギュッとするんですけど、この隙間をちょっと活かしまして、隙間に押し込んで、ギュッとしていきましょう。こぼれるよ。こぼれつつ、奥に突っ込みつつ、はい、最後にこのネイルチップは放り込むと。はい、いう形で、はい、締めましたら、今分厚さがこれぐらいあるんですけど、このチャックが閉まればね、これがね、半分ぐらいになるんですよ。膝でいきます。よいしょ。あともうちょっと閉まればね、この分厚さが半分になります。いけると信じる。どうかな。あともうちょっとなんだけどな。これ最後まで締めたいんだけどな。私に手が3本あれば、私がアシュラマンならば、こっちをギュッと締めて向こうから引っ張るのですけど、いけるかしら。もうちょっとですね。ここまで来ればね、いけると思うの。この端っこ、この真ん中が今ね、分厚い。これダブルチャックだったら絶対いけるのにな。ダブルチャックならいけるのにな。これはもしかして無理なのでしょうか。圧縮はできないのでしょうか。ちょっと閉まらなさそうですね。これね、圧縮諦めましょうか。これはちょっと圧縮一回諦めます。ねえねえ見て、閉まりました。さっきの圧縮パック。
めちゃくちゃ体重かけたら閉まりました。ということで圧縮された状態で持っていきます。次に水分です。私ね、海外にちゃんと自分で行くの初めてなので、今回初めて知ったんですけど、なんか手荷物って水分に結構厳しい規則があるらしくって、私調べましたのが 100ml 以上の入れ物に入った水分は手持ち荷物 NG。 そして 100ml 以下の水分もこちら約1リットルまでの、ジップロック的なものに入れなければいけないと。でこれは1人1枚しか使っちゃいけないよっていうことらしいんですね。で結構クリームとかも液体扱いになるらしいので、ちょっと入るかわかんないんですけど詰めていきますね。まずお化粧品から参りましょう。こちら、チャコットの、クリームファンデ、こちら愛用しております。それから同じくお化粧品でいきますと、こちらアイライナー、これもね液体なんですって。それからねマスカラも液体なんだって。そして、リップですね。こっちもジェルなんでね液体に入るそうです。ここまでがお化粧品。それから、クレンジングフォーム。そして、こちらはねサンプルでいただいたものですね。洗顔料クレンジングフォームあるからいらないかなと思ったけど一応持っていきます。洗顔料と、乳液、それから化粧水です。これだけあればね3日間分足りると思います。そして、髪の毛に使う、アンズ油の、エッセンスミルクが2つ。それからこちら下地の代わりに使えるクリームが2つ。そして、コンタクトを入れるときに使うレンズサポートと、コンタクトレンズ念のため、両目とも3日分持っていきます。そしてこちらが寝るときに使っている養純水という目薬です。こんなもんかな。こんなもんで、いい感じに入りましたね。いい感じに入りました。でこれを空気を抜いてジップロックを閉めますとこんな感じになります。はい、なんでこんなに何もかもを手持ちの荷物に持ち込もうとしているのかというと、この時ですね、いろんなことに怯えておりました。初めての海外なのでね。なんかロストバゲッジとかいうのがあるらしいじゃないかというふうに思って、行きに大きい荷物なくなったらもう向こうでどうしようもなくなっちゃうと。着替えも何もない、どうしようもなくなっちゃう。だったら全部持ち込もうと思って、何もかもを肌身離さず持つためにこんなに頑張って水分をジップロックに詰め込んでいたのでした。はい、それから次ですね。韓国のホテルでは使い捨ての歯ブラシは出してはいけないことになっているそうで、ないということなので購入しました。ところが私これに失敗したんですよ。この歯ブラシの先に歯磨きの粉がついてるやつを持っていけば、さっきの水分ね、水分を節約できるじゃないって思ったんですけど、うっかり歯磨きチューブ付きのやつ買っちゃいました。しまったということで、こちらちょっとバラしてチューブだけさっきのところに入れましょう。やらかしちゃった。でもこれ切らないと出せないやつだ。切らないと出せないやつか。しょうがないな。でもチューブ付きだったら2回ぐらい使えるから3本あればいいので、1つは置いといて、この3本をさっきの水分パックに入れます。よいしょっと。これでねいけると思います。それから細々としたものも今回はジップロックに入れていきたいと思います。まずねウェットティッシュ、さっきもウェットティッシュあったじゃんって感じなんですけどね、ちょっと多めに持っていきたいと思います。様子がわからないので。それからですね、こちら必要なんですって。水に流せるティッシュ。なんか割とねトイレットペーパーがないトイレとかがあるそうなので、こちらを持っていきます。あとはなんかうっかりお箸とかもらい忘れた時用にお箸、3000ぐらいあれば足りるかなと思うのでね、3000入れておきましょう。はい、これが衛生用品的なものたち。割り箸は衛生用品なのかという声が聞こえてきそうですが違いますね。的なものたちです。はい。
これは完全にこのまま持って帰ってきましたね。意外とお手拭きもらえました。多分私が観光客が行くようなお約束のところばっかり行ったせいだと思うんですけど、意外とね衛生的にちゃんとしてた。それからトイレットペーパーもないところはなかったですね。噂に聞いていたトイペを流しちゃいけないトイレはあったんですけど、トイペ自体はありました。なのでいわゆる観光地にしか行かない方はそうだな、日本で持ち歩く程度のウェットティッシュとティッシュがあればいいかなと思いました。はい、それからこちら今回の旅行に備えて買いました、電気のね変換器でございます。こちらこんな感じでね、日本の A タイプの、コンセントを日本の A タイプのコンセントを韓国にある C タイプとか SE タイプに変えられるものです。こちらもねバラバラになるといけないので、もうジップロックに入れときましょうね。とりあえず何でもジップロックに入れましょう。今回はこれも大正解の物品でした。こちらのね変換器なんですけれども、コンセントを挿すところが複数ついてるんですよ。これが助かった。なんかねお部屋にもいくつかコンセントはあったんですけど、変換器は1個しかないので、この変換器1つで1つしか充電できないってなると、スマホも充電しないといけないし、デジカメも充電しないといけないしで困っちゃうんですよね。なのでね、こういうたくさん挿すところがついてる変換器も絶対いると思います。はい、それからあとはですね、はい、こちらいつもの、筋肉マンのビッグトートバッグ。こちらはですね街歩きの時に使う用として持っていきます。あと帰りはもうリュックを、預け荷物にしようと思ってるので、その時何かね機内に持ち込みたい大きめのものがあったらこちらに入れる予定でおります。このトートバッグには本当にお世話になってますね。もう街歩きにもよしで、ここでも言ってましたけど、帰りの機内持ち込み荷物はこれにしようと思って持って行ったんですが、もう案の定お土産が大きいバッグに入りきらなくなったので、もうこのカバンなければ帰ってこれないところでした。本当にありがとうございます。はい、それから帰り、預け荷物にするときに使う、ダイヤルロック、それから、汚れ防止のためのビニール袋。これね、我ながらビニール袋かーいって思ってたんですけど、意外となんとかなりましたね。ただもちろんビニール袋は破れた状態で帰ってきたので、多少の汚れ防止ぐらいの感じですね。荷物預けの時に並んでいた他の人を観察していたら、巨大な巾着袋みたいなのに大きい荷物を入れてる人もいたので、そういう巨大な巾着袋を買うのがいいかなって思いました。次の時までに準備したいです。そして、メガネです。メガネね、目が悪いのでメガネも持っていきます。と、あとはこちらの、いろんな書類を、印刷したものたち。はい、ではそれをこちらの、リュックに入れてまいりましょう。とりあえずこの一番外側のとこに、書類たちを入れますよ。一番外じゃないですね。さらにね、ここにもねポケットあるんですよ。ここのポケットにじゃあこのトートを入れます。でもトートどうしようかな。いいか、トートここに入れますね。ちょうど入ります。よいしょ。はい、それからですね、中の一番大きいとこ使っていきましょう。ちょっと待って、ここだ。ここです。はい、こちらね、中が下から靴入れるとことかもあるんですけど、今回は使わないので、まずはこちらお洋服とホテルでしか使わないものたちここに入れます。それから、この水分たち一番上に入れておきましょう。これね、飛行機の手荷物検査の時に水分は全部出しなさいって言われるのかなって思ってたんですよね。だから一番上のすぐ出せるところに入れてあります。当日はもちろん出せとは言われませんでした。なんかスキャンする機械すごいんですね。あれでわかるんですね。すごいな技術って。電気の変換器、こちらも入れます。
はい、そしてこのティッシュたちと、歯ブラシじゃない、割り箸も入れますね。で、あとこちらの細かいダイヤルロックとかビニールとかは、はい、こっちにポケットがございますので、ここへ入れていこうかなと思います。こうかな、ここに入れときましょう。はい、で、あとはもう当日の朝に使った化粧品をジップロックに入れて足すだけですね。そしてこちらのメガネは、ここに横ポッケがありますので、横ポッケに入れていきます。はい、でこちらですね、重さを測ってみましょう。 3.6 キロですね。はい、3.6 キロですので、持ち込み荷物は7キロまでですので大丈夫そうですね。はい、では今度はもう一つ、街歩き用のバッグの方に荷物を詰めていきたいと思います。はい、まずはこちらのガマ口。ここにですね、日本でしか使わない日本円とか、IC カードとかを入れておきたいと思います。そして次に2つ目のお財布。はい、こちらに韓国のウォンを入れる予定でおります。それからね、細かいものですね。ウェットティッシュ、そして、流せるティッシュ。はい、それからこちらがですね、はい、ブラックジャック先生のね、ジップロックに入れてみました。お薬ですね。食後に飲まないといけないお薬などをこちらに入れております。それからこちら、のど飴、そして、酔い止めを兼ねた男梅シート。それから、細かいものを入れている、いけない、もう一つ目薬ありましたが、こちらはもうほとんどないので日本で使い切ってね置いていこうと思いますんで、ちょっと跳ねますね。はい、こちらフロスですね。フロス、それから何かあった時用のゴミ袋、そして櫛、あとこちらは、頭痛薬と酔い止めです。それからうっかりここに入れちゃってますが、これ後で大きいリュックの方に入れ直しましょう。ネイルチップを留めるための糊ですね。それと、バンドエイド、そして、眉毛が流れた時用の眉ペンです。この細かいものたちはこちらのポーチに入れていきます。お薬はね、ちょっとここには入らないので直で入れることにしましょう。とりあえずこちらが、充電用のケーブルタッチですね。それからこれ後で別のところに入れます、モバイルバッテリー。ちょっと旅行の時は怖いのでもう一つモバイルバッテリー持っていきます。なんかモバイルバッテリーは、今回私が乗る航空会社だと、こういうところに、絶縁テープを貼って、ジップロックに一つずつ入れないといけないということですね。ちょっと今ね、絶縁テープまだ買ってくるの忘れてたので、一旦こちらの、袋にビニール袋に入れまして、ちょっと絶縁テープだけね、出発までに買ってきて貼りたいと思います。やっぱりね、出発前日以外の時に荷造りするの大事ですね。こうやって気づけますもんね、足りないものに。はい、ということでこちらの2つは出しやすいところに入れますね。ものかな。じゃあこれをですね、こちらの、街歩きバッグに入れていきますよ。はい、お薬とかね、平べったいものはね、この外ポッケに入れていきましょう。あとティッシュなんかもここ入れとくと便利ですよね。ここに入れます。はい、それからこの真ん中の大きいところにお財布2つ、それから、この小物入れ、もう小物入れにね、ケーブルも一緒に入れちゃいましょう。今回小物入れに入れるものが少ないので。はい、それからこの2つのモバイルバッテリー、これ後でねテープ貼るの忘れちゃいけませんよね。絶対貼りますよ。はい、でここのところにねパスポートを入れようと思っています。この体に接するところにパスポートを入れる予定でおります。はい、ということでですね、一旦こんな感じで大まかなパッキングは終わったんですけど、よく考えたらこちらも手荷物に入るから、これも重さ測っとかないといけないですよね。測りましょう。測ります。はい、およそ1キロということですので、先ほどの、リュックと合わせてもせいぜいが5キロ程度なので持ち込み大丈夫そうです。それではこの荷物で行ってきたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。パッキング動画でございました。初の海外ということでね、いらないものをだいぶ持っていってしまったような気がしますが、まあ安心料ということで仕方がございませんね。
ただやっぱり帰りにお土産がカバンに入らなくなってしまったので、手荷物に入れたら済んだんですけど、もうちょっと荷物を今後は減らせるようになったらいいなと思っております。それでは皆様、本日はこんなところでごきげんようです。お魚でした。チャンネル登録、高評価、その他もろもろお待ちしております。